そのアメリカの場合はニュースサイトとかメディアとかも金で回ってるわけだから、要は広告費で回ってるわけで、広告費誰が払ってるのってスポンサーで、スポンサーって誰って金持ちの企業じゃないですか。世の中の情報とか政治というのは全てお金持ちにコントロールされてるよねっていう考え方は事実なんですよ。今回のタイトルを、正しさは人数で決めるべきかっていうのにしたんですけど、割とその日本の人って、正しいかどうかを人数で決めがちなんですよね。なので、じゃあ、その駅のエスカレーターは右側で止まるというのが正しいか間違ってるか。駅の基準というのは駅の人がルールを決めます。なので、その駅長とか、駅ごとに駅長が決めるんですけど、で、そこにエスカレーターで歩いてはいけませんと書いてある以上、右側で立ち止まってる僕の方が正しいのですよ。でも、多くの人は、右側は開けとくべきで、左側の列が進むまで待つべきであるというふうに、間違ったことを覚え込んでるんですよ。で、多数決で決まるべきものだというふうに間違って理解してるんですよ。要は、間違ってる頭の悪い人が大勢いて、正しい僕がいるという状況なんですよ。要はエスカレーターというのは、歩いてはいけませんというのは駅長が決めています。で、駅のルールというのは駅長が決めます。なので、正しいかどうかは駅長が決めるなんですよ。多数決で決めるわけではないんですよ。エスカレーターでぼーっと待ってる頭の悪い奴らは、単に頭の悪い奴らで、正しいかどうかを決める権限がないんですよ。で、じゃあ正しいかどうかというのは駅長が決めます。終わり。なので、駅長が書いているルールである終わりなんですよ。でも日本の人ってなぜか多数決が正しいというふうに思い込みたがるんですよね。で、多分学校とかで、多くの人の、要は、みんながやってることを真似するという方にした方が、学校の先生が管理がしやすいので、なので、みんなと同じことをしましょうっていうのを割と日本は教えがちだと思うんですけど、正しいかどうかと、大勢の人がやるかどうかっていうのは、また別の話なんですよね。なので、わかりやすい例でいくと、コメントであったんだけど、ちょっと飛んじゃった。変な理屈。説明がちょっとね、飛んじゃった。どっかになったんですけど、ドイツで昔ナチス党っていう党があったんですよ。で、もちろんドイツも民主主義で投票によって政治家が決まって、で、ナチス党の政治家がどんどん生まれて、で、ナチス党の総統だったアドルフ・ヒトラーという人が、よし、じゃあ、ユダヤ人を集めて殺そうぜっていうのを言ったんですよ。で、多数決でそれは通ったんですよ。ナチ党ね、ナチスの人たち。で、多数決で物事を決めた。で、じゃあユダヤ人を集めて殺す。で、これは正しいことですか悪いことですか？多数決で間違った判断をしたんですよ。ユダヤ人であれ誰であれ集めて殺しちゃダメでしょ。で要は多くの人が悪いナチスのユダヤ人を集めて殺そうぜって言ったとしても、いや悪いことだよ。それは多数決で決めたとしても悪いことだよっていうので、正しいことと多数決っていうのは別の話なんですよ。っていうのが割と欧州の人たちって結構理解したんですよ、ドイツの結果。ドイツの場合って、多数決で決めて、多数決で正義を決めてしまった結果、ユダヤ人の大量虐殺みたいなことをしてしまったので、その後のドイツの教育というのは、正しいと思うのであれば、どんなに多くの人が、いやいや、お前間違ってるって言ったとしても、私は正しいと信じなさいっていう教育をし始めたんですよ。要はあの時代のナチス党っていうのは、みんながそう言ってるから確かにそうだよねって言って流されてしまって、心情的には、いやいや、ユダヤ人殺すとかおかしくねって思ってたとしても、でもみんながそれやれって言ってるし、命令として偉い上司が言ってるんだから、それに従うべきだよね。で、上司の命令に従うのは当然じゃん。だから俺は悪いことをしてるなんてみじんも思わないよって言って、現場の人たちっていうのはナチスの人をユダヤ人を殺すっていうのをやってたんですよ。なので、多数決だから正しいっていう考え方が危ないよねっていうのを思うんですけど、やっぱり品川駅で右側に止まる僕はおかしな人で、歩いていこうとする人たちが、ある種正しいと考える人っていうのは日本人未だに多いんですよ。
で、ジャニーズ事務所の問題も僕これ一緒だと思っていて、今そのジャニーズ事務所のタレントを使うのが良くないよねっていう空気感になって、マクドナルドが使いませんとか、保険会社がタレント使いませんとか、モスバーガーが使うって言ったけどやっぱり使いませんって言い始めたんですけど、これって、その、ジャニーズのタレントを使うのが良くないよねという風な空気になったから、じゃあ使わないって決めてるだけなんですよ。本来であれば、2008年かなんかに文春がそのジャニーズ事務所に訴えられて、結果として、いやいや、ジャニーさん、あんた若い人にその性的な嫌がらせしてるじゃんっていうので、ジャニーさん自体が証言して裁判所に認められているんですよ。なので、その時点で、いやいや、ジャニーズ事務所のタレント使うのまずいでしょ。ジャニーさんのところにお金落とすのまずいでしょ。で、ジャニー喜多川さんっていう人が、若い人たちに性行為をしているというのを隠蔽していて、見過ごしていた役員もまずいでしょっていうのは、あの時点でも言おうと思えば言えたんですよ。でも、そのテレビだったりメディアだったり、他のクリエイター、その他のクライアント、CM クライアントも含めて、でもまあまあ、あれはもう終わったことだから、まあいいんじゃないのっていう空気を作ったんですよ。それは多数が正義を決めるから。なので裁判の判決を見たら、いやいや、明らかにジャニーさん悪いよね、なんですけど、でも裁判の判決によって正義が決まるわけではなく、皆さんの空気で決めるよねっていうのが日本なので、結局、ジャニーさんは性加害をし続けたんですよ。だから正義というのは多数決で決めるっていうのは日本がやってるのはおかしいなと僕は思うんですけど、多分日本ってそういう国です。ひろゆきはよく戦い続けられるよね。俺はもう疲れたよ。そもそも日本語自体通じないんだもん。ひろゆきのその原動力は何？知性はいつになったら勝てるのかね。ですね、そのタイトル通じないことを諦めないというふうにしたんですけど、今日のそのアベマプライムという番組9時から出てたんですけど、今日は割とその話の通じない人のいろんな種類を持ってくるっていう、僕的にはちょっと面白かったんですけど、その Q アノンって言われるそのアメリカで Q という預言者って言われてる人がいろんな掲示板でその予言を書くっていうのをやってて、でそのトランプ大統領が当選するよみたいなのを書いてたりして、本当に当たったみたいなのがあって、でその Q を信奉する人たちっていうので Q アノンの人たちっていうのが来たんですよ。でそのアメリカ人で Q アノンの人たちがいるのは分かりますと。アメリカの出来事で実際そのアメリカのそのに関する未来予測で当てたものもあって、でじゃあそのトランプ派の人たちっていうのがだんだん増えてるよねっていう実情もあるので、まあまあわかると。でそこにその Q アノンジャパンの方っていう人がアベマプライムに出てきたんですけど、その人がまず英語ほぼ読めない、喋れないっていう状態で、じゃあなぜその Q アノンを信じるのかっていうので、その最初に言ってたのが、その世の中に流れてる情報というのが全て真実は限らないし、あまり世の中がうまくいってないように見えると。でそれはきっと悪い人がその操作してるから世の中が良くなってないんだっていう、要はみんながみんないい人で世の中を良くしようと思ってるのであれば、その世の中に嫌な出来事って起こらないはずじゃないですか。その人が言ってたのだと、日本って自殺が多いんですよね。で本来その政治家がいい人たちであれば日本人の自殺を減らそうとするはずなんですよ。だって自殺で本当に死にたくて死ぬ人より、やむにやまれぬ死ぬしかないと思い込んで死んでしまう人の方が多いわけじゃないですか。なのでじゃあその政治家の人たちが本当に人の命を考えているのであれば、それは自殺減らすよねと。でも全然減らないよねと。多少減ってたりもするんだけど、でじゃあそれなんでなのっていうので、本当のその政治家より上にその世界をコントロールしている人たち、ダークステートでダークスロート、ダークステートか、ダークステートっていう DS っていう人たちがいて、その人たちが世界を管理してるから世の中は良くならないんだよねっていう、フリーメイソンはまた別、イルミナティはそっち側だけど、ディープステート、ディープステート、ごめんなさい。でそのディープステートっていうのが世界中を牛耳ってるから、で実際良くならないよと。でアメリカってそのエリートが牛耳ってるよねっていうのはある種事実なんですよ。結局その政治家もお金がないと当選できなくて、じゃあお金誰が出してるのっていうと大企業が出してて、なのでその大企業が献金したりとかロビーストとかに献金して法律を作ったりっていうので、そのお金によって経済が動いてて人が辛い思いをしてるっていうのはアメリカでは結構事実として起きてるんですよ。
先進国って基本的には平均年齢ってみんな上がっていくんですよ。その新しい薬が発明されましたとか、新しい手術法が発明されましたとか、その栄養状態が良くなりました、医療サービスが良くなりましたっていうので、平均寿命はほぼ他の国って上がってるんですけど、アメリカの白人男性だけ平均寿命ずっと下がり続けてるんですよ。でなんで下がってるのっていうと、アル中とか、自殺とか薬中が多いんですよ。でアル中薬中だから自殺するだろうっていうので、やっぱ薬の中毒率が高いんですよ。で最近アメリカで結構問題になってるのがオピオイド系の薬っていうのが売られていて、そのオピオイドって何なのっていうと、基本的にはヘロインのようなものなんですよ。ヘロインとほぼ同じような成分を持っている薬で、その精神安定剤として何か嫌なことがあったら、じゃあこれ飲んでくださいって言ってお医者さんがそのオピオイドが入っている薬を処方するんですよ。でそれ飲むとヘロインなんでちょっと気持ちよくなって楽になるんですよ。で切れるとまた薬欲しくなるので、病院行って処方箋くださいってオピオイドの薬を買うっていうのをやると、病院めっちゃ儲かるんですよ。一回オピオイド飲んだ人とオピオイド欲しがるからガンガン処方箋出すわけですよ。で薬屋さんもオピオイドガンガン売れるからめっちゃ儲かるんですよ。っていうのがあって、アメリカ中で今オピオイドの中毒の人たちがいっぱいできてるんですけど、それ合法なんですよ。で薬会社めちゃくちゃ儲けてるんですよ。っていうのがあって、それって全体から見たらおかしいよねっていうのは分かるんだけど、でも民主主義でみんなが投票してる限り、お金を持ってる人たちが法律をコントロールするし、政治家もお金を持ってる人たちが受かるので変わらないんですよね。っていうのがあって、じゃあアメリカが良くならないよねっていうのがあって、でじゃあ民主党と共和党っていうのがありますっていうのが、アメリカ2つ政党があるんですけど、民主党も共和党も基本的にはお金持ちに従うだけなんですよ。ただどういうタイプのお金持ちか、共和党の場合は昔ながらの農業とか石油産業とか、本当に昔からのオールドエコノミーの金持ちが支援してますと。で民主党の方は IT 系、カリフォルニア州にあるような Google だったりとか Facebook だったりとか Amazon だったりみたいな、割と昔からあるようなのじゃなくて IT 系で新しい産業というのは民主党が応援してますと。で金融系とかは民主党だったり共産党だったりっていうのを各々応援してますみたいな感じで、結局党が2つに分かれてるんだけど、両方とも金持ちが応援しているという事実は変わらないんですよ。でトランプ大統領って支援受けないでスタートしたんですよ。もともとあの人が誰も大統領になると思ってなかったんで、なんかトランプが毎年毎年おかしなこと言ってるわっていうのでしかとこいてたんだけど、要は民主党だろうと共和党だろうと一緒じゃん、お前ら信用できねえよっていうのがあって、じゃあ今までの政治家じゃない人が大統領になればアメリカは良くなるのかも、ここまでは正しいっていうので、トランプ大統領を大統領にしてみようっていうのが4年前のアメリカであって、でトランプさんが大統領になりましたと。ところがどこやね、別に金持ちが支援する人たちが選ばなかったトランプ大統領で、トランプ大統領がなったとして、じゃあ金持ちが社会を動かしているのが変わるかっていうと変わらなかったんですけどね。とあれそういう事情があるので、アメリカの場合はニュースサイトとかメディアとかも金で回ってるわけだから、要は広告費で回ってるわけで、広告費誰が払ってるのってスポンサーで、スポンサーって誰って金持ちな企業じゃないですか。なので基本的には世の中の情報とか政治というのは全てお金持ちにコントロールされてるよねっていう考え方は事実なんですよ。なのでそうじゃない形の情報というのが僕ら自身が見つけ出して、きちんと政治家大統領を選んで社会を良くしたいよねっていうのが根本的に Q アノンになるようなトランプ支持者の人たちにあるベースの考え方で、このベースの考え方自体は僕は別に悪いとは思わないんですよ。この考え方自体は実はバーニー・サンダースとか99% デモって言われる20年前にニューヨークの公園とか占拠して、俺たち 99% の貧乏人だから何とかしろって言ってた運動とかっていう民主党の運動ともつながるので、なので構造的にはそれ自体は正しいと思うんですけど、ちょっとトランプさん行き過ぎてしまったよねっていうところがあって、で問題は今の人たちってトランプ支持者の人たちがほぼ半数いるんですよ。バイデンさんに投票した人とトランプさんに投票した人の投票数ってほとんど変わんないですよね。お互い7000万票以上取ってるので、なのでバイデンさんが大統領になったとしても7000万人はそうじゃないトランプ大統領を支持してたっていうのがあるので、なのでバイデンが受かったからトランプさんを支持してた人っていうのがみんなクソ野郎でバカなのかとかではそうではないんですよ。アメリカの半分がトランプ氏のような考え方を望んでいたし、
そうするべきだと思ってるし、トランプさんもまた4年続けてほしいと思ってたんですよ。でもそのトランプ派の人たちは事実を認めないし、フェイクニュースを信じるし、どうなのっていう、まあそのトランプ派の人たちもそのバイデンさん投票してる人はフェイクニュースに騙されてると思ってるんですけど、なのでそのアメリカの分断っていうのがまあどうしようもないよねっていうところに来てたんで、そこはそのこいつらに話通じねえやって言っちゃうと、その分断はどんどん広まっちゃうんですよね。なのでそのトランプ支持者の人たちがアメリカの議会に乱入して、まあいろんなものぶっ壊したり人が死んだりしたんですけど、でそういうことが起きちゃうんですよね。要はそのテロリスト怖いよねって言ってたら、本当にアメリカ議会を攻撃するのはテロリストじゃなくてアメリカ人だったって、しかも愛国者であるっていうような状態なので、いかがなものかなっていうのがあって、その話すごい戻るんですけど、そのアベマプライムで Q アノン日本支部の人と話をしたんですけど、なるべく僕その彼の論理に乗って彼がどうしてそう考えるかっていうのを聞こうとしてたんですよ。だからそのメディアには嘘があるよねと、じゃあなんで Q が言ってることは真実だと思うのっていうのと、あとどれが本当に Q が書いたものなのかどうやって知るのっていう。だからその Q が本当に真実を知ってる人でその人が書いてたとしても、 Q はその身元を明かさなくて匿名掲示板にそのメッセージを書くんですよ。なのでそれ本当に Q が書いてるのっていうのがわからないんですよ。でまあその Q の発言と言われてるものを集めてる人がいて、でそれを翻訳してくれる日本人の人がいて、それを信じてますっていうことになると、結局じゃあ自分で判断してなくて誰かのものを丸々信じてるだけで、元々のじゃあメディアに騙されてる普通の人と変わらないじゃんっていう話をもうちょっと掘り下げようと思ったんですけど、なかなかそっちの話をするための場ではなかったので、そんなに掘り下げられなかったんですけど、っていうのがあって、僕はその話通じない的な人も割と楽しいっていうのを言いたかっただけで、ちょっと長く喋りました。すいません。